こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダー、チャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まず、オンチェーン関連から見ていきますと、マウントゴックスのアドレスから未知なるアドレスに 500BTC の送金が観測されています。ただ、トランザクションを見ると、丸1日前の出来事ですね。マウントゴックスは先日、債券者分配を来年の2025年10月31日まで延期しましたけども、9月以来の送金ということで注目されています。あと ETF 関連では、21シェアーズが Spot XRP ETF、21シェアーズ Core XRP トラストの S1 を申請しています。先日のビットワイズカナリキャピタルに次ぐ申請となっています。こちらも承認されるのか注目ですね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でマイナス 0.54 億ドルの純流出を記録しています。いつものブラックロックで逆転というパターンもありますけども、本日がマイナスだったとしてもですね、週間ではプラス2億ドルほどの流入にはなりそうですね。で、またイーサも全体でマイナス 0.1 億ドルの流出となっています。昨日はブラックロックからの流入で全体でも純流入となってますね。香港はビットコインイーサともにゼロとなっています。ビットコインの価格は現在69,800ドルあたりを推移しております。昨日発表された注目指標の方では、米雇用統計、米製造業 PMI、米 ISM 製造業景気指数などがありました。で、注目されてた雇用統計は、非農業部門雇用者数が前回予想を大きく下回る 1.2 万人という結果となっているんですけども、ハリケーンの影響が大きいと見られてまして、市場はそこまで重く捉えてないという見方が多い印象です。で、指標発表以降ですね、米金利が急落して、米株各指数も上昇してはいるんですけども、その後金利が再度上昇してまして、それに応じて米株各指数も下がって微反発程度で収まった形となりました。で、ビットコインも同じような展開となってるんですけど、比較的弱い状況となってまして、一時68,800ドル台まで下落してます。米国債金利は 4.386 を推移しておりまして、ナスダックが2033、S&P500 が5732、ダウ平均が42,052、キンゴールドが2735ドル、日経平均が38,053円、ドル円が 152.92 円となっています。ビットコインの先物の方では、OI は全体でマイナス 1.41%、額としては407億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.4%、バイナンス意味はロングが 53.4% と上売りになっています。今後の指標としては、11月5日に米耐久財受注、米貿易収支、11月6日に米 ISM 非製造業景気指数10月、ポーランド、マレーシアの政策金利、米非製造業 PMI10 月の確保値、11月7日に中銀政策金利、米非農業部門労働生産性指数、第3四半期の速報値、米新規失業保険申請件数などが控えております。で、昨日の私の予想ではですね、おそらく米雇用統計はいい結果を出してくると。で、金利の上下ではなくて、米雇用の強さから米株が上がって、それにつられてビットコインも上がる。で、あとは連続指標の解放からまた上への圧が強まるんじゃないかというですね、上への予想でしたけども、結果としては米雇用統計も弱く金利の上下で米株が反応してで、それにつられてビットコインも動いてたんですけども、最終的には金利の高騰から全体が落ちてビットコインはさらに弱くなって落ちると。で、昨日の時点では71,000ドルで、本日 AM5 時時点では69,300ドル台なんで、正解はしたということで外れです。展開から結果まで何一つ当たってますね。この企画始まって一度も当てることなくですね、5連敗リーチとなってます。ここまでね、引っ張りたくなかった。この時点でね、もうほぼ5連敗確定なんですね。このゲームのルール的には、次の米市場平常後の時間で、ビットコイン上下どちらになってるかというゲームなんで、次の平常ってなると、サマータイムが終わって来週の11月5日の AM6 時なんですよね。だから3日後の AM6 時時点の格好を予想しないといけないんですよ。で、そして米大統領選の投開票も始まると。これをね、当てるのはね、ちょっと無理ですよね。できれば昨日当ててここでリセットしておきたかったんですけど、ただね、今回活路を見出しました。下です。で、理由としては今回の米株とビットコインの相関がヒントになりましたね。ビットコインが比較的弱くなっている要因いろいろあると思うんですけども、私はね、この米大統領選の勝利予想の影響が大きいんじゃないかなと思ってるんですよ。で、一時はね、トランプ氏が 66% までリードしてましたけども、今では58と、急落してまして、ハリス候補が盛り返してます。で、これもね、様々な要因があると思うんですけど、市場ではトランプ候補の不正投票主張が大きく取り上げられてて、どうやらこれがあんまりいい印象になってないと。で、予想にも反映されてるんじゃないかと見られてるんですね。で、トランプ氏は仮想通貨民や株投資側からしたらですね、勝ったら嬉しい存在かもしれないですけど、普通の人からしたら、喋ったら止まらない、大人らしくない上に、最近では不正投票だのうるさいと。で、また仮想通貨界隈でも、ワールドリバティフィナンシャルの失敗もある。
ここ最近ですね、特に印象が良くないんじゃないかなと思うんですよね。で、この印象が勝利予想に反映されて、今後数日の投開票まではですね、ハリスが盛り返してきたみたいな報道が出てきて、ビットコインもそれにつられて下がるみたいな展開になるんじゃないかなと思うんですね。あとイランの報復とかも出ちゃったりして、オンチェーンも資金の移動相次ぐみたいな。トランプ優勢になったら全く逆のことが起こりますけど、この期間はね、ちょっとハリス側にベットしたいなと思います。なので、11月5日の AM6 時時点でのビットコインは、今の69,800ドルよりも下、これでいきたいと思います。チャートだけ見たら、上は72,000、下は67,000あたりまで余裕がある形になってますけども、どうなるんでしょうかね。11月5日の米指標、大統領選の投開票後の動きに注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格は現在2520ドル、BTC 建ては 0.0360 と、先物の方では、OI は全体でマイナス 2.88%、額としては136億ドル相当、比率としては全体ではロングが 54.3%、バイナンスミはロングが 77.3% と上襟になっています。BTC 建ては 0.035、ドル建ても時間足の底で耐えてますけども、昨日 ETF に若干の流入が見られたくらいで、オンチェーンにも進展がなくですね、プラス要因がない状態が続いています。こちらもビットコイン次第になると思いますけど、チャットだけ見たら、ドル当てでは何度か弾かれている2700の抵抗を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あと、ここからその他の動向になります。数年前からビットコインのマイニングが環境に悪いということで、世界的にも批判されてましたけども、今回ですね、マイニング禁止は逆に環境に悪影響をもたらすという論文が公開されて話題になっています。で、中身を要約するとですね、一部の地域でマイニングを禁止しても、業者は他の地域でマイニングを続けるんで、マイニング自体が減ることはないと。で、それに加えて、電力の供給量と環境に悪いと言われている炭素の排出量はその地域の使用に依存するんで、炭素排出量が少ない地域でマイニングしてた業者が炭素排出量の多い地域に移動してマイニングをするとなると、業界全体の排出量が多くなるんで、マイニング禁止の措置は逆に環境に悪くなるんじゃないかというような論文のようですね。細かいところで間違ってるかもしれないですけど、今の私の解釈ではそうなってます。今ではマイニングの環境問題あんまりピックアップされなくなってきましたけども、現在マイニング禁止している中国とか、大国が動くとですね、また市場にも影響するんで、こちらの今後の進捗にも注目ですね。あとは先日から話題になっている DWF ラブスの薬物混入事件の続報ですね。DWF ラブスは薬物混入の容疑者とされているユージン氏に対して法的措置を検討すると発表しています。で、事件が明るみになった当初はですね、その DWF ラブス側も誰がやったかまでは公表してなかったんですけども、今回創設パートナーのユージン氏であったことを明かしています。DWF ラブス側はですね、防犯カメラの映像を見たとき、どうして彼があんなひどいことをしたのかと衝撃を受けたと。これは男が犯す最悪の行為であり、容赦なく厳しい罰を与えるべきだと。私たちは資金を引き出し、ユージンに対するさらなる法的措置を検討しますと X に投稿しています。で、あとはパクソスが DBS 銀行と共同で新たな米ドルステーブル、グローバルドラー、USDG のローンチを発表しています。主にシンガポールでの普及を目指すとされてますね。で、パクソスは先日 UAE でのリフトドラー、USDL のリリースも発表してましたけども、最近の規制からか、業界全体の普及よりもですね、許可が下りている各地での普及を目指す動きになってますね。あと、アルト関連では、ゼータチェーンのチェーン停止が話題になってます。最近のアップデート起因でのコンセンサスの問題により、メインネットのブロック生成が6時間以上停止したとのことですけども、現在はロールバックにより普及しているとのことですね。ゼータチェーンはビットコインやイーサ、他あると統合するユニバーサルブロックチェーンの構築を目指しているチェーンとされています。ゼータの価格が現在 0.65 ドル、BTC 建てはマイナス 0.8%、時価総額は197位ですね。久しぶりの話題がチェーン停止となってますけども、ここから再度浮上できるのか注目ですね。今日はこのところですが、何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。